こんにちは。今回は歴史と政治をつなぐ話です。皆さんは聖徳太子の17条憲法をご存知でしょうか。おそらくは教科書なんかで一度は目にしたことがあると思いますが、実はこれ現代の政治家や公務員にとっても驚くほど深い意味を持つ内容なんです。そんなわけで今回はこの憲法の内容と、それが今の政治家であり長らく世間を賑わせているある2人について、そのつながりなんかを見ていこうと思います。17条憲法は604年に聖徳太子が定めた日本で最も古い憲法の一つです。といっても現代の法律のようなルールの細かい決まりではなく、当時の官僚や役人に向けた道徳的な指針に近いものでした。例えば第1条には和をもって尊しとなす、つまり協調と平和を何より大切にしなさいという内容が書かれています。他にも責任感、誠実さ、能力主義、公益性など現代でも通じるリーダーとしての心得のようなものがたくさん詰まっているんです。では具体的にどんな条文があるのか、現代の言葉に直していくつかご紹介します。第1条、調和の重要性。争いを避け協力して取り組め。これは協調と対話は政治の基本だということです。第5条、実力主義。能力あるものを採用せよ。これは年功や家柄ではなく実力が重視されるべきということですね。第11条、責任と謙虚さ。手柄はひけらかすな、失敗は自分で引き受けよう。これは謙虚なリーダーの姿勢が問われています。第13条、合議制。独断禁止、みんなで相談して決定せよ。まさに合議制、民主主義の基本ということですね。第14条、公益優先。私利私欲は捨て、国民のために働け。これは公人の最も大切な使命ですね。このように17条憲法には現代の政治や組織に必要な要素である協調性、説明責任、実力主義、民主的意思決定、公益意識などが全て詰まっています。実は人を動かす原理って時代が変わっても本質はあまり変わらないのかもしれません。今の日本の政治でも説明責任を果たさない、人のせいにする、実績を誇るだけといった場面がありますよね。それに対して1400年前にそれやめなさいと明言しているこの憲法、実に先進的で鋭いんです。では現在長きにわたって世間を騒がせているある政治家たちを見てみましょう。まずは兵庫県知事斉藤元彦さんです。彼は県民との対話を重視し、情報公開や参加型の県政を推進しています。この姿勢は第1条の和、第13条の話し合いによる決定に非常に近いと言えます。また斉藤知事は当選当時全国最年少知事としても話題になりました。年齢や前例にとらわれず実力やビジョンを評価された点は第5条の能力で人を登用せよという精神と一致していますね。また斉藤知事は行財政改革、若者支援、信頼回復に注力しており、責任感、協議スタイル、能力重視といった17条憲法の精神と通じる面が多いのです。一方で立花孝志さんは既存の政治や放送体制に対して強い批判を行い、 NHK 改革を掲げて活動してきました。その悪を正し問題を明るみに出すという姿勢は第6条の悪を凝らし善を進めようの精神にもつながるかもしれません。さらに彼の訴える政治の透明化、知る権利に応えるや国民の声を届ける政治というスタンスは第13条のみんなで議論して物事を決めるという理念とも共鳴しています。さらに立花氏はメディア改革
言論の自由、消費税減税を旗印にしつつ、ユニークな選挙戦術である2馬力選挙などの議会外活動を展開。このことからも17条の悪を凝らし善を進める、話し合い、参加機会を広げるには部分的に共鳴できると思います。どちらも公人、政治家としてどうあるべきかに対するアプローチは異なるものの、公を意識した行動として多くの条文と照合する部分が見られます。もちろんどんな政治家にも賛否はありますし、すべての行動が17条憲法と合致しているわけではありません。でも私たちが政治家に求めたいのはやはり誠実さや責任感、そして自分のためではなく国民のために働いてくれるという姿勢ですよね。そうした基本の精神は1400年前から実は変わっていない。それがこの17条憲法から読み取れる最大のメッセージだと思います。聖徳太子の17条憲法、いかがでしたか？歴史は過去のものではなく、今を照らす鏡になることもあります。今回の内容について、あなたはどう感じましたか？ぜひコメント欄で教えてください。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。